昨日、スーパーで冷凍食品の値札を見て二度見なしたのだ。また上がってる。でも本当の問題はそこじゃないのだ。今、世界の石油の約2割が通過するホルムズ海峡が閉鎖されている。もしこれが長引いたら、日本のガス代、電気代、物価が一気に爆発するのだ。ずんだもん先輩、ホルムズ海峡って今どれだけヤバい状況なんですか？トランプが期限を延ばしたって聞きましたけど、それって良いニュースですよね。それが単純じゃないのだ。トランプが交渉は進んでいるという一方で、イランの革命防衛隊はコンテナ船3隻を実際に追い返したのだ。言葉と現実が完全に乖離している。今日はこのホルムズ危機が日本人の生活にどう直撃するか、構造から丸ごと解説するのだ。言葉と現実が乖離。そもそもこの戦争、どうして始まったんでしょう？2月28日に米国とイスラエルが攻撃したって記事に書いてあったんですけど、背景が全然わからなくて。まずここから整理するのだ。2026年2月28日、米国とイスラエルがイランへの軍事攻撃を開始したのだ。これは突然じゃなくて、何年も積み上がった緊張の爆発なのだ。イランの核開発、放射やヒズボラへの支援、イスラエルとの代理戦争、これが一気に本戦争に変わったのだ。開戦から約1ヶ月が経ったのだ。イランは報復として真っ先に何をやったかというと、ホルムズ海峡の実質封鎖なのだ。ここが超重要ポイントなのだ。ホルムズ海峡というのは、ペルシャ湾とオマーン湾をつなぐ、幅わずか50キロの海峡なのだ。でも世界の原油輸送量の約2割、LNG の約 12% がここを通るのだ。原油2割、LNG12%、クラスで一番人気の給食当番が急に来なくなったみたいな感じですか？みんな困るやつ。でも先輩、そもそもイランにそんな権限があるんですか？海峡を封鎖する？正式な封鎖じゃなくて事実上の封鎖なのだ。革命防衛隊の海軍が船を止めて、敵国の港に向かう船はここを通すなと宣言したのだ。ストレーツタイムズの報道によると、3月27日だけで3隻のコンテナ船が追い返されているのだ。これはもう宣言じゃなくて実行なのだ。ここでなぜコン封鎖するのかを3段階で掘り下げるのだ。第1段階、表面の理由。米国、イスラエルの攻撃への報復手段として、一番ダメージが大きいのがエネルギー供給の遮断なのだ。核兵器を持てないイランにとって、ホルムズは最強の切り札なのだ。第2段階、もっと深い理由。イランは自分たちの条件で戦争を終わらせたいのだ。革命防衛隊が明確にそう言っているのだ。つまりホルムズ封鎖は単なる報復じゃなくて、交渉カードとして使われているのだ。封鎖を解除して欲しければ、こちらの要求を飲め、という交渉術なのだ。つまりホルムズ封鎖は、世界経済を人質にした交渉ってことですか？イギリスのクッパー外相がまさにそう言ってますよね。イランは世界経済を人質にできない。って。まさにその通りなのだ。そして第3段階、構造的な理由。これが一番深い話なのだ。イランの革命防衛隊は1979年のイラン革命以来、ずっとこのパターンを繰り返してきたのだ。制裁で経済を苦しめられ、国内の団結を高め、相手に妥協を迫る。今回も同じ構造なのだ。これは40年以上続く戦術なのだ。ちょっと一回整理するのだ。ホルムズ海峡はいわば世界経済の喉仏なのだ。ここを抑えれば相手は息ができない。イランはその喉仏に手をかけている。トランプが交渉は進んでいると言いながらも手を外させることができていないのが今の状況なのだ。では現在の交渉状況を正確に見ていくのだ。ストレーツタイムズによると、トランプはホルムズ封鎖解除の期限を3月27日から4月6日に延長したのだ。理由はイランが要求したからとトランプは言っているのだ。一方、米国はパキスタン経由で15項目の行動リストをイランに渡しているのだ。でも先輩、期限を2度も延ばすってトランプとしては弱腰じゃないですか？むしろイランに、まだ時間あるって余裕を与えてるだけじゃないかって気がするんですが。鋭いのだ。実際、メディアの報道姿勢に明確な差があるのだ。BBC やロイターは外交交渉の進展として前向きに報じているのだ。でもアルゼンチンのナシオン紙は外交的膠着状態と表現して、むしろ交渉が行き詰まっていると見ているのだ。同じ事実でも解釈が真逆なのだ。僕の見立てを言うのだ。期限延長は交渉の進展というより、軍事行動の準備時間の確保に近いのだ。なぜかというと、ナシオン紙の報道では、ペンタゴンが中東への追加派兵を1万人規模で検討しているのだ。すでに6000人以上が展開済み、交渉しながら軍を積み上げているのだ。もう一つ見逃せない動きがあるのだ。CNBC ワールドによると、
ゼレンスキーがサウジアラビアを電撃訪問して防衛協力協定に署名したのだ。ウクライナが中東に200人以上の専門家を派遣して、イランのドローン攻撃への対処法を伝授しているのだ。これは完全に新しい戦争の構図なのだ。ウクライナが中東にドローン対処のノウハウを売ってる。それって先週のロシア、ウクライナ情勢とも繋がってませんか？ロシアがイランのドローンを使ってウクライナを攻撃してたのが、今度は逆回転してる感じで、なんか複雑すぎて頭が痛いです。まさにそのドローン技術の逆流こそが今の地政学の革新なのだ。でも今最も重要なのは、このホルムズ危機が日本人の生活に直接どう刺さるかなのだ。電気代、ガス代、物価、実はかなりリアルな数字が出るのだ。ここまでの流れを確認するのだ。ホルムズ海峡が事実上封鎖。トランプは4月6日に期限延長。しかし現地では実際に船が追い返されている。交渉と軍事圧力が同時進行している複雑な状況なのだ。ここからは日本への直撃影響を具体的な数字で見ていくのだ。まず日本のエネルギー依存度を抑えるのだ。日本の LNG 輸入量のうち、カタールや UAE からの輸入分が約2割を占めているのだ。そしてその大部分がホルムズ海峡経由なのだ。完全封鎖が続けば、日本は代替調達を強いられるのだが、それには2、3割のコスト増が見込まれるのだ。では具体的な家計インパクトを計算するのだ。現状でも電気代は平均月8000円台なのだ。LNG コストが2割上昇すると、電力会社がそのまま転嫁した場合、月1200、1600円の値上げになるのだ。年間で約1万5000、2万円の増加なのだ。都市ガスも月400、600円の上昇が見込まれるのだ。年間2万円。それって単純に食費を減らすか、暖房を我慢するかの選択ですよね。正直、聞いてて怖くなってきました。特に車を手放せない地方に住んでる人たちは、ガソリン代もまだ高いままなのに、さらにガス代まで上がったら、地方ほど打撃が大きいのは本当なのだ。ガソリンは今1リットル170、175円台なのだ。中東情勢の悪化で原油が急騰すれば200円台も視野に入るのだ。月50リットル使う人なら月1250、1500円の増加、年間で約1万5000、1万8000円の追加負担なのだ。エネルギーだけで都市産、4万円の打撃になるのだ。食料品への影響も見逃せないのだ。小麦、大豆、食用油はほとんどが輸入品で、輸送コストが上がれば即座に物価に反映されるのだ。実際、日本政府は石炭火力発電の規制を一時的に緩和する方針を検討していると報じられているのだ。これは通常の電力供給では足りないという事態への備えなのだ。世代別に見ると影響の深刻さが違うのだ。20代の一人暮らしは光熱費2000円増でも収入比率が高くて痛い。30代で住宅ローンを抱えている人は変動金利の上昇リスクとのダブルパンチなのだ。40代で子供の教育費がかさむ家庭は食費、光熱費、ガソリン代の見え打撃なのだ。今の中東危機は全世代に刺さるのだ。私、ちょっと意見を言わせてください。トランプが、交渉は進んでいる、と言い続けるのって、もしかして日本やヨーロッパの同盟国に向けた、安心させるためのパフォーマンス、じゃないですか？市場と世論を落ち着かせるための発言で、実態と外れてるんじゃないかって。鋭い指摘なのだ。では市場は実際にどう動いたと思う？ずんだもん先輩が私に問いかけてくるのは初めてですね。期限延長で一時的に原油が落ち着いた。でも株はバラバラ？正解なのだ。ナシオン氏によると、3月27日の市場は、まちまち、だったのだ。油価も株価も混在したのだ。これが示すのは、市場もこの危機の着地点が全く見えていないということなのだ。不確実性こそが最大のリスクで、それが企業投資の抑制から景気後退リスクにつながっているのだ。最初に言ったスーパーの話に戻るのだ。今日の値上がりは円安と輸送費の上昇が主因なのだが、ホルムズ危機が長引くとそこに、エネルギーコスト増が乗ってくるのだ。冷凍食品、缶、マヨネーズ、食用油、明日スーパーに行ったら値札を見てほしいのだ。あれは全部、ホルムズ海峡の動向とつながっているのだ。ではシナリオ分岐を整理するのだ。シナリオ A、4月6日までにイランが封鎖を解除。これは原油と物価の上昇圧力が後退して、日本の家計負担も限定的になるのだ。ただし戦争そのものは続く。シナリオ B、交渉決裂で米国が軍事行動を強化。この場合、原油は1バレル100ドル超えが視野に入り、ガソリン200円台、電気代2割増が現実になるのだ。タ
タイムリミットは約10日なのだ。4月6日以降、どちらのシナリオに転ぶかで日本の2026年上半期の物価と景気が大きく変わるのだ。備えとして今できること、固定金利への借り換え検討、節電、不死ガスの見直し、食料の適度なストック、これだけは今すぐできるのだ。先輩、最後に聞かせてください。4月6日、イランは封鎖を解除すると思いますか？個人的な予測で構いません。正直に言うのだ。革命防衛隊が自分たちの条件で終わらせると言い続けている以上、4月6日までに完全解除は難しいと思っているのだ。部分的な緩和はあるかもしれないが、完全解除はイランの要求が一部でも通らない限りありえないのだ。でもこれはあくまで僕の見立てで、状況は刻一刻と変わるのだ。みんなは解除するか解除しないかコメントで教えてほしいのだ。今日の動画はここまでなのだ。ホルムズ海峡の動向は今後も追い続けるので、チャンネル登録と通知をオンにしておいてほしいのだ。4月6日に答え合わせをする予定なのだ。次回はこの中東危機が円安2度直結しているかを解説するのだ。為替の仕組みをゼロから説明するので、経済が苦手な人もぜひ見てほしいのだ。